さんこんにちは、ゆりこです。今日は、私の、少し元気がない日の一日をお届けします。元気がない理由については自分でも何でだかわからないんだけど、ただね、わかることはちょっとだけ元気がないということです。いつもね、すごく元気でやる気があって朝早く起きて、もう毎日ね、動画編集、撮影みたいな感じで毎日をね結構過ごしてたんですけど、なんか結構ねプツンとね、なんていうのかな、自分のやる気スイッチみたいなのが、切れる時がありますとかね、ちょっと落ち込む感じかな。もしかしたらこれは女性特有なのかもしれないんですけど、やっぱりなんか女性って生理があって、その生理のね周期のたびにこう気分がね上がったり下がったりするって言われてて、私はそんなにねその生理が重い方じゃないんですけど、ただ上下はね多少あるなって感じます。そんな日にね、私が、心がけていることについて今日は皆さんに、一日ね Vlog っていう形でお届けできたらなって思っています。朝ね、まず4時半に起きてモンチにご飯をあげました。最初そのまま箱根に行こうかなっていうことも考えたんですけど、ちょっとね天気が心配だったのと、まだアジサイが咲いているかわからなかったので行くのをやめました。そしてね、その後もう一回二度寝をして、起きたのが6時13分かな、次に起きたのが。その時にちょっとね撮影に行こうかなっても思ったんだけど、でもなんとなくやっぱり今自分が撮影することを少し気乗りしないなっていうのがあったので、もう一回寝ましたそして、7時ぐらいまで寝たんですけど、7時に起きて、でお風呂に入ったりとか朝のゴミ出ししたりとかした後に、やっぱちょっとね撮影に行こうかなって思って、服もちゃんと着替えて、コスチュームに着替えて外に撮影に行ったんだけど、それでもやっぱりやる気がどうしても出なくて、やっぱなんか違うなって思っちゃったのね。だから一旦家に帰りました。でもやっぱ家にいても何も変わらないので、一旦ね、外に出ようと思ってもう一回外に出て、歩いたんだけど、最初ね長谷寺の方に行こうかなって思ったんだけど、この時点でもう朝10時くらいで人がすごい量ね長谷寺にいたんですね。長谷寺はアジサイで有名なので、今の時期ねすごく人気があるんですね。なので長谷寺に行くこともちょっと諦めました。あんまりね人がたくさんいる中でね撮影するのもしたくないし、でもどうしようかなって思ったんだけど、このまま帰るのもあれだし、せっかくねお外に出たからお気に入りのカフェに行きました。お気に入りのカフェは駅横ベイクというカフェで、長谷駅のね近くにあるカフェなんだけど、私はねここでやっぱりスイーツと、コーヒーを飲みながら、やっぱなんかちょっとこうリラックスする時間っていうのを、持とうかなって思いました。本当にコンテンツとはね関係なく、自分がすごく、好きなカフェで時間を過ごしたいって思って過ごしてきました。食べたタルトは多分ブルーベリーとキウイとね、チーズケーキの乗ったチーズケーキだったんですけど、すごく美味しかったです。大好きでね、コーヒーはアメリカーノ飲みました。でやっぱりね、時々こういう元気が出ない日というか、元気が出ないっていうか、やっぱり自分の中で引っかかってる何かがあって、その引っかかった状態で何かね、その物事に取り組めないなってやっぱ思って、でもね、何に引っかかってるのかがまだやっぱり言語化できない自分がいるから、ちょっとね、自分ともっと向き合おうかなって今日は思っています。で、今の時間は、Hey Siri、今何時？ Hey Siri、今何時？11時21分です。11時21分らしいです。
で、カフェに行った後に少し海に行きました。やっぱね、自分が一番落ちた時は、大自然にね、人とかと離れて自然に触れるっていうのはね、すごく私にとってね、おすすめのリフレッシュ方法なので、海に行きました。やっぱね、海見てると癒されるし、なんか潮のね、匂いとかも落ち着くなーってやっぱり思ったし、なんかね、そう、海とか見てるとさ、なんか自分の存在ってほんとちっぽけなんだろうなっていうのをすごい感じる。私はね、少なくとも感じてそれでちょっと元気出てきたかな。で、その後、ずっと買いたかった、坂の下にあるしらす専門店で、ようやくね、今年の、地元のしらすを買うことができました。どれぐらいなのかな、700g って言ってたかな、忘れちゃったけど、まあこれくらいのパックで、値段は690円でした。まあね、しらす丼とかを外で食べようって思ったら1500円とかすると思うんだけど、お家でね、たくさんね、しらす食べれば、ね、元取れるじゃんと思って、あと普通にしらす体にいいので買っちゃいました。だから後でそれをね、お昼ご飯に食べようかなって思ってます。そう。ちょっと待ってね。最近ね、大阪に旅行に行った時に買ったお香を皆さんにお見せしたいと思います。そう。なんで、てか元気ないっていうか、なんかおかしいなって思う。なんかちょっとね、おかしいなって思うことがいろいろあって、今思い出したんだけど、まあいいや。一旦、これがお香ね。じゃーん、見えますか？これはね、創業1594年の京都にあるお香のお店が、大阪とかね、いろんなところにお店を出しているので、買ってみました。創業1594年ってすごくないですか？だってさ、もう2024年ってことは、もう400年以上の歴史があるお店？すごいよね。で、これはね、いろんな匂いが入っています。このそれぞれの色がね、違うんだけど、匂いが。今日はこの堺町、大阪の町の、町をイメージしたお香を焚いていきたいと思います。そう、このね、お香立てもついてきた。すごくね、なんて言えばいいかな。いい香り。じゃん、マッチ。これは結構プレゼントとかにもおすすめかもしれません。だいたい2000円くらいでこのお香立てと何種類かな、 1,2,3,4,5,6 種類6種類のお香をね、試すことができます。で、いろんなお香の種類があって悩む人もいると思うんだけど、このね、お香は結構ね、いろんな、香りをね試すことができるから、お気に入りのお香を見つけられるのかなって思います。よいしょ、ちょっと危ないね。はい。で、なんでね、なんか調子悪いなって思ったかっていうと、まず一つは、包丁をね研いでいる時にここの親指を怪我してしまったこと。ちょっとね包丁に錆がついちゃっていて、錆び取るね
消しゴムみたいなのをもらったので、それを使ってやってみようと思ったんだけど、もうねやり方がめっちゃ危ないの。包丁持ったままこうやってやったら普通にガサってやってめっちゃ血が出て、結構止めるのは大変だったんだけど、そう普段さ私あんまり包丁で手を切ったりすることがないから、すごくねそういう意味ですごくショックでした。なんかで、これショック1ね。で次に、ショックだったことはニャンニャンいた次にねショックだったことはアマゾンの宅配ミスです。そう植物をねハーブを育てようと思って、私も野菜とかねハーブとかちょっとしたものを育てようと思ってアマゾンで、ポットとそれから土を購入したのね。なんだけどアマゾンさんがなんと私のね、マンションの宅配ボックスの暗証番号間違えちゃって、でも分からなくなっちゃったのね。で何回やってもエラーが出るからアマゾンさんに問い合わせたら、実は間違ったね番号を入れちゃったから私も分かりませんってなって、今までの人生でさそんなさアマゾンさんが間違えたこととかないのね。でしかもなんだろう、本当にその方自身もびっくりしてて、どういう対応したらいいか分からないって言われたんだけど、ってぐらいその普通のことじゃないのね。その暗証番号間違えちゃうとかなんだけど、それが起こって、荷物開けられないっていうことになったりとか、あとなんだっけな、あと普通に生理来てすごいね体だるって感じだったりとか、結構この 2,3 日急に、今までなんか絶好調だわって思ったんだけど、急にねなんかこう自分とね向き合わなきゃいけないなって思うような出来事がいろいろ起きました。だから確かに1年もね半分終わったし、正直言って多分50日ぐらいのペースで結構私はそういうこと考えちゃうタイプなんだけど、やっぱ自分がね何したいのかとかね、なんだろう、自分の考え方とか感じ方のある意味そのなんていうかな、感じ方をねある意味振り返る機会にしようと思って、今日は一日ね、のんびりして過ごそうかなって思います。ある意味フルタイムクリエイターってもう最低限のねその、だけして、あとはね遊ぶことっていうのもできると思うんだけど、私はどっちかっていうと、可能な限りね自分に挑戦したいしいろんなことやりたいって思うタイプなんだけど、でもやっぱ自分の思考法とか考え方感じ方とかねいろいろ含めてやっぱちょっと今間違った方向に進んでいるのかもしれないと思って、考え方を見直した方がいいのかなって思っています。だから今日はこの後のんびりゆっくり過ごそうかなって思っています。だから皆さんの中にももしねなんか最近ちょっと、様子おかしいなとかすごい今向かいのビルにリス、あれリスかな、リスが登っているの見ましたしかも鳥と遊んでた、かわいいなんかディズニーの世界みたい。そんな感じでね、ちょっとね皆さんももし、なんか最近自分の、なんだろうな、良くないことが続いてるなとか、普段ね起きないようなちょっとネガティブなことがあるなって思った時はぜひね、皆さん自身を、休ませてあげて、たまには、お気に入りのカフェに行ったりとか、お気に入りの本読んでゆっくり過ごしてみてはいかがでしょうか。多分ね皆さん本当にいつもねコメントくださる方すごくねハードに働いてて大変忙しいと思うんだけど、たまにはそういうね時間を持つといいかもしれません。私はなので今日もねちょっとのんびり過ごしたいなって思います。はい、というわけで今日は私が、落ち込んだ日の過ごし方ですね落ち込んだ日のブログ、お届けしましたけど、
最後までね動画を見てくれて本当にありがとうございます。それではねまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。